こんにちは、ジパング55のタカです。今回は和歌山県にある世界遺産の高野山をご紹介します。仏教の真言宗と言われる宗派の総本山で、神聖な場所とされています。そんな高野山の魅力をたっぷりお届けいたします。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。最後まで楽しんでくれたら嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。高野町は和歌山県北部にあります。大阪駅から電車で2時間30分です。かなり山間部にありますね。大阪駅から向かう場合は、新今宮駅から橋本駅で向かい、乗り換えます。そこから極楽橋駅に向かい、ケーブルカーで高野山駅に向かうルートです。高野山ではお寺にも宿泊し、お坊さんのお勤めにも参加します。お寺の宿泊の様子は次回動画でお伝えしたいと思います。新今宮駅から高野山までは麓の極楽橋駅まで特急列車も出ています。今回は途中の九度山駅に寄るので特急には乗らずに向かいます。特急列車は運賃と別に特急券を購入する必要があります。こちらが橋本駅です。高野山駅に向かう前に九度山駅でおにぎりの美味しいお店に寄ります。その後極楽橋駅まで電車で向かい高野山駅までケーブルカーで向かいます。それではこちらの電車で向かいたいと思います。九度山駅に到着しました。ここには駅構内に九度というおにぎりのお店があります。休日は列ができるほど人気のお店です。こちらがお店です。イートインスペースは奥にあります。ここでおにぎりを注文します。すでに出来上がったおにぎりを購入すればすぐに持ち帰れます。20分から30分ほど待てば握りたてを食べることもできます。せっかくなので今回はここで食べていくことにしました。おにぎり2つ、お味噌、汁漬物がついたセットで720円です。単品のおむすびも販売していますね。いろんな味のおむすびが販売しており美味しそうです。おにぎり以外にも味噌や醤油、梅酢などが売っています。コロッケなども販売しています。九度山は日本の戦国時代に活躍した有名な武将、真田昌幸、幸村親子が住んでいた場所としても有名です。知将として有名な武将でしたが、1600年関ヶ原の戦いで西軍側が敗北すると、徳川家康からここでの生活を命ぜられました。真田昌幸はここで亡くなりますが、幸村はここを脱出し、大坂夏の陣で討ち死ににします。真田家にまつわる観光名所も多いです。ぜひ立ち寄ってみてください。それではイートインスペースをご紹介します。入り口は電車のドアになっていました。少し開けにくかったですね。昔ながらの雰囲気が漂う空間になっていました。観光案内のポスターもありました。昔使用していた電車の中央制御装置も設置されていました。反応はしなかったです。ポストカードも置いてありました。おにぎりは完成するとアラームで教えてくれます。それではおにぎりを取りに行きます。今回は塩おにぎりと味噌のおにぎりにしました。それにコロッケとお汁粉を注文しました。味はとても美味しかったです。塩おにぎりは漬物、汁物にとても合いますね。お汁粉は甘くてとても美味しいです。訪れた時期はまだ寒かったので、体が温まりますね。ぜひ一度立ち寄ってみてください。それではこれから極楽橋駅に向かい、ケーブルカーに乗りたいと思います。極楽橋駅に到着しました。ここまで来るとかなり山の中ですね。観光列車も走っているようです。それでは高野山駅まで向かいます。極楽橋駅の中にケーブルカーの駅もあるので迷わずに行けると思います。電車やケーブルカーは日本人以外のお客さんが多いですね。ケーブルカーは急斜面を登っていくので踏ん張りが必要です。10分から15分で駅に到着します。ケーブルカーは時間帯にもよりますが、20分から30分に1本ほど出ています。
昔ながらの看板がありました。高野山駅からはバスで各所へ向かいます。1日乗り放題券を購入するのもいいかもしれません。こちらが高野山の入り口です。昔はここから女人禁制だったそうです。そのため女性はこちらの女人道で過ごしていたそうです。バスでは高野山駅から一番最初のバス停です。それでは今回宿泊するお寺に荷物を置いて散策したいと思います。お寺の様子は次回動画でお伝えします。高野山駅ではバス停や観光名所が記載されたガイドマップも置いてあります。英語表記もあるので便利ですね。ぜひ活用してみてください。それでは金剛峯寺に向かいます。空海という有名なお坊さんが作ったお寺です。空海は中国で密教を学び日本で真言宗を開きました。その総本山がここ高野山にある金剛峯寺です。町全体が1200年以上の歴史があります。こちらが金剛峯寺です。高野山の中心的なお寺です。空海もいろんな伝説があるので興味のある方は調べてみてください。お寺は厳かな雰囲気でした。豪華絢爛な造りといった感じではないですね。歴史を感じる建物です。入館料1000円でお寺の中にも入れます。体温チェックをして中に入ります。中には貴重な屏風絵などがありました。残念ながらほとんど撮影が禁止でした。音声ガイドも日本語や英語などがあるので利用してみるのもいいかもしれません。こちらではお茶を飲んで休憩することもできます。空海の絵などが飾られています。お庭も綺麗ですね。台所も見学できました。昔は1000人以上のご飯を作っていたそうです。ネズミに食べられないように食べ物は上に保管していたそうです。鉢を各部屋に置き、炭で部屋を温めていたようですね。3月に訪れましたがまだまだ寒かったですね。金剛峯寺は思っていたより展示物があっさりしていました。もし宝物などを見たい方は博物館もあるのでそちらを見学してみてもいいかもしれません。続いて金剛峯寺近くにある壇上伽藍を見たいと思います。お坊さんが修行を行う場所らしいです。海外観光客が多いので英語の案内板も多いです。立派な建物をいくつも見ることができます。厳かな雰囲気なので立ち寄ってみてください。それでは続いてごま豆腐が有名なお店に行きたいと思います。お坊さんは精進料理と呼ばれるお肉やお魚を使わない料理を食べるのが一般的です。高野山は精進料理の中でもごま豆腐が有名らしいので食べに行きたいと思います。こちらがごま豆腐の浜田屋です。テイクアウトと店内両方で食べることができます。味は2種類ありわさび醤油と砂糖がかけられた味です。お店は金剛峯寺から歩いて7分ほどの距離にあります。当日の出来たてごま豆腐を食べることができます。こちらがごま豆腐です。高野山で採れる材料でお豆腐を作っているそうです。砂糖味は独特の風味でした。少し漢方薬の感じがしました。でもお豆腐と合って美味しかったです。わさび醤油もお豆腐ととっても合っていました。観光名所にも近いので訪れてみてください。それでは最後に奥の院に向かいたいと思います。奥の院は日本著名人のお墓が連なっているエリアです。一番奥には今でも空海が瞑想をしていると言われている場所があります。道沿いにお墓が連なっており、見えているお墓だけで20万基あります。土の中に埋もれたものを合わせると40万基以上あるそうです。
ここは宗派に関係なく埋葬することができるので、お墓の数が多いようです。幻想的な空気が漂っている空間です。特に戦国時代の武将たちのお墓がたくさんあります。ただ見つけにくい場所にあるお墓もあります。Google マップを見ながら歩くとお墓の場所もわかりやすいので、試してみてください。小田原、北条家、薩摩、島津家、石田三成、法然、本田忠勝、明智光秀、武田信玄、勝頼。こちらは空海が腰掛けたと言われる石です。日本人ならば一度は聞いたことのある武将やお坊さんのお墓がありました。どんな人物かだったか気になる方は調べてみてください。ナイトツアーもあるので今晩参加してみたいと思います。そちらも次回動画でご紹介します。この奥に空海が瞑想を続けているという霊廟があります。今でも1日2回毎日ご飯を運んでいるそうです。残念ですが霊廟は撮影できません。近くで参拝はできるのでぜひ現地を訪れてみてください。それでは今回の動画いかがだったでしょうか。仏教が息づく町、高野山をご紹介しました。次回動画ではお寺へ宿泊し、修行にも参加してみたいと思います。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。